現実は月に5万円すら稼げない。自分で稼ぎたいのに稼げなく自分でしてしまっている。はい、お疲れ様です。西田麻也の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、なぜ多くのハンドメイド作家が作家業で食べていくことができないのか。ここにね、テーマを絞ってね、話をしていきたいと思います。根本が間違ってるの。これが諸悪の根源で、これを改善しないことには絶対食べていけるように、稼げるようにはなっていかないから、まずここの考え方を変えましょうっていうことをやらないと絶対に無理。というわけでね、そこの話をしていきます。で、まずね、現状をみんなに知ってほしくて、これを見てほしいんだよね。これね、見たことある人多いと思うんだけれども、ちょっと古い資料なんだけどね、ハンドメイドサイトのミンネを運営している GMO ペパボっていう会社ね、そこがミンネに登録しているハンドメイド作家1900人以上にアンケートを取ったんだよね。これがちょっと2019年、5年前の資料なんだけど、でもそんなに大きく変わってないかな。でも作家数はすごい増えてると思うけどね。でも中身はね、大きくは変わってないと思う。で、ここで僕が紹介したいのはちょっとこれなんだよね。作家活動全体で1ヶ月あたりの収入はどれくらい得ることができていますかっていう質問に対して回答がこれ。もうざっくり言ってしまうと 80% 以上の人が月に5万円も稼ぐことができてません。これが現状なんだよね。10万円以上稼げてる人はってなるともう 5% 未満になっちゃうんだよね。とはいえね、いろんな活動してる人がいるからアンケート対象者の中にね。で、こんな質問もありました。あなたがどんな活動をしてるんですかっていう質問もあるんだけども、これがね、6割以上の人が家計の足しにしたいとか、仕事のうちの一つとして取り組んでる、副業としてとかね、あとはプロとして生計を立てたいとか、つまり6割強の人が稼ぐために仕事にしたい、稼ぎたいっていう思いで取り組んでるの。なんだけどさっき紹介したように、現実は月に5万円すら稼げない。それが現状なんだよね。で、なぜこれが起きるのかっていう話で、この問題が起きているそもそもの諸悪の根源となっているそもそものことはね、このマインドなんだよね。みんなビジネスイコール怪しいとか、ビジネスってお金儲けでしょって思ってる人多いでしょ。僕はこのうちのコーダーを仕事にしても6年目なんだけども、僕は最初からこのハンドメイドなんて趣味でも何でもなかったから、この世界に入った時から初めから僕は稼ぐためにやってます。もう断言してる。稼ぐためにこのうちのコーダーをやってます。っていうとね、金稼ぐためにやってるんですよねっていうような批判的なね、なんていうかな、意見を言ってくるわけじゃないけど、その感情を持つ人が多いわけで、それってめちゃくちゃ誤解されてるなっていう、僕の誤解を解きたいわけじゃなくて、そもそも根底のビジネスって何、稼ぐって何っていうことを間違って理解してるなっていう人がもう大多数ですごく残念だなと。で、それこそがハンドメイド作家で食べていくことのできない原因そのものなのに、そこを知らずに活動してるから、だから食べていけないの。じゃあビジネスって何っていう話をすると、ビジネスって世の中の問題を解決するサービスとか商品、これを提供するのがビジネスなんだよ。わかる？これみんな冷静に考えたらすごくわかるんだけど、世の中のことって全部ビジネスに成り立ってるのね。みんなアマゾンでポチってね、物がポンって届きます。こんな素敵なサービスが提供してくれるのは誰と誰と誰のおかげなの？たくさんの人がいるけど、ドライバーさんもそうだしさ、その会社を運営してる運送会社もそうだし、総合管理を始めてくれたアマゾンもそうだしさ、いろんな人が世の中の不便を解決するために頑張ってくれてるわけじゃない。皆さんが働いてる、勤めてる会社、それも全て世の中に価値を提供するために、世の中の何か不便を解消するために仕事をやってるはずなの。だけどみんなは会社員だから、そこに直接的な意識がないから、ただ会社に行って与えられた仕事をして帰ってきてる感じになってるから、そこを見えてないんだよね。だけど経営者とか自分で個人事業主もそうだけども、自分で事業をやってっていう人は、自分でどうやったら世の中に価値を提供できるかっていうことを考えるの。だからビジネスっていうのは金儲けじゃなくて、世の中の問題を解決すること、人助けをすることなの。これが大前提なの。これが正解なの。だけど多くの人はビジネスイコール金儲けでしょ、稼ぐって何っていう風になっちゃうわけね。それがね、非常に残念な結果を生んでるんだよね。さっきのように自分で稼ぎたいのに稼げなく自分でしてしまっている。そこを変えなきゃダメです、考え方を。
人間はイメージしたこと以上のことは絶対にできないんだよね。こんな実験があったんだけれども、小さなお子さんに食器とか運んでってお願いするじゃない。その時にこれ割らないでよ、落とさないでよ、気をつけて運んでよって言って運ばせるのと、これをあっちのテーブルに持ってって置いてきてって伝えるのとじゃ失敗する確率、茶碗を割る確率がね違うんだって。これ落とさないでよ、気をつけて持ってってよって言って渡すと、その子は一度頭の中で落として割ることをイメージしちゃう。だけどこれをテーブルまで持ってってねって言われた子はテーブルに持ってきて置いてくることをイメージする。イメージしたことが起きちゃう。失敗する確率がぐんと上がるっていう結果があるんだけども、まさにそれが示しているように、人はイメージしたことが起きてしまうし、イメージできないことはできないからっていうようにね、やっぱり自分の中でビジネスは悪いことなんだ、稼ぐっていうことが卑しいことなんだって思いながら自分で作家活動をするのと、僕のやってること、私のやってるこの作品を売るっていうことは、世の中の誰か困ってる人に対して価値を提供してるんだって思ってやるのかじゃ全然活動内容が変わってくるじゃない。ピンときてない人もいると思うの。作家活動で何を価値を提供するのって思ってる人もいると思うの。こうやって僕は稼ぐためにやってます。うちのコーダーを稼ぐためにやってます。みんなにこうやって教えて、僕はオンライン授業とかもやってお金いただきながらやってるけど、それもちゃんと稼ぐためにやってます。これはもうはっきり公言してます。稼ぐためにやってる僕は。でもこの稼ぐっていうことは世の中の困っていること、それを解決することだからね。だから僕は人助けをするためにやってる。習いたいんだけどちゃんと学べるとこがない。技術アップできっちり教えてほしいんだけど教えてもらえるとこがない。だから僕がじゃあそれをやるよ、助けるよ、その代わり対価としてこれぐらいいただくね、僕の労力はこれぐらいかかるからっていう、ね、価値と価値の交換をしてるわけね。まさに稼ぐため、誰かを助けるためにやってる。だから堂々という、何も恥じることはない。だけどそういうことを言うと、やっぱり稼ぐためにやってるんでしょって批判的な意見を言ってくる人がいる。だけどそういう人に限って何を言うかっていうと、お金のためにやってるわけじゃないっていうのね。好きなことをやるためにやってるんだ、そこに価値があるんだみたいなことを言うんだけども、これ、すごく冷静に考えて、好きなことを仕事にみたいなとこからね、このハンドメイドを仕事にしたいってやる人が多いんだけれども、好きなことを仕事に行ってこういうことがね、掘り下げていくと、さっき言ったようにビジネスって世の中のためにやってることだから、僕らがやってることっていうのは世の中の誰かを助けるためにやってる。でも好きなことを仕事にっていうのは自分の満足度を満たすためだけにやってるの。これは自分のためにやってるの。こっちは人のためにやってるの。どっちがじゃあ価値を提供してるのって話。別にこれどっちが偉いも何もないの。好きなことをやればいいの、自分のいいことを。だけどそれをお互いそれぞれの思いがあってやってるんだから、それをお互いね、ああでもないこうでもないっていうのは違うよっていう話なの。僕が言ってるのは、稼ぐためにはそっちの世界にいて、でもなんかよくわからないでなんかもがいている人たち、稼ぎたいんでしょ、そこをしっかりまずはっきりさせなさい。ああ稼ぎたいんだ、したらこういうやり方しなきゃダメだよっていうふうに言ってるの。でも考えて、いや自己承認欲求を満たすためにやってんだ、自分が満足できれば幸せだから、それはもう正解なの。したらそこでしっかりやればいいだけなの。ちゃんと住み分けてなきゃダメなの。これをなんかごちゃ混ぜにして戦おうとするから、もうそもそも戦おうとしてること自体がおかしくて、そもそも人に価値観を押し付けてること自体がおかしくて、稼ぐためにやってるってどういうことですかみたいなことをね、そんな感じで言ってくる人もいるんだけど、そこはちょっと違うよねって話でね、そこをとにかく考え方、稼ぎたいって思ってる人、ちゃんと仕事にしたいって思ってる人、そういう人はやっぱりビジネスって人助けをするものなんだっていう、そういう考えに改めないと、そこはそういう考えじゃないとうまくいかないよっていう話です。ちょっとねなかなかねこれねハンドメイド作家仲間うちでさ、そういう話にもなかなかならないと思う。仮になったとしてもそこに作家業で食べていけてる人、ちゃんとそれを実績として出してる人がいないとこの話は、ね、出てこないと思うの多分。で僕ねちょっと余談になるんだけども、この仕事を始めた時にやっぱりねハンドメイドっていう世界に入るから、やっぱりそういう活動をした方がいいのかなと思った。委託販売だったりとか、それこそマルシェとかそういうイベントに積極的に参加して出展したりね、他の作家さんと交流したりとかした方がいいのかなって最初考えた。だけどね、すぐにねやめようと思った。それは多分ね、自分のやりたいことをビジネスとしてやっていくためには多分プラスにならないと思ったのね。でこれはもう完全に僕の持論で、僕の考え方ね、当時の今も変わらないんだけども、でその時に思ったことっていうのはこう思ったんだよね。これもう一切もうちょっと批判もあるかもしれないんだけれども、ちょっと話の文脈をちゃんと聞いてほしいんだけども、僕はこう思った。マルシェとかああいうイベント、ハンドメイドイベントね、すごく大きなのもある。で
大きなのもあって、もう本当に本格的にやってるなって思う反面、やってることは僕が受けてる印象で、僕はハンドメイド業界にいなくて、普通の一般人としてもともと持ってた感覚、そしてハンドメイド、羊毛フェルトをやるようになって、こっちの世界に少し足を踏み入れたけど、でもそこはどっぷりハマってないから、客観視して見てる意見だね。僕の意見として、個人的な意見として思ってるのは、ああいうイベントって、どうしてもね、学園祭、そこの延長でしかないなって僕は思ってる。僕個人の意見ね。で、真剣にやってる人たちに失礼ですよっていう人がいるかもしれないけど、別に僕は何も一つもそれをバカにしてることもないし、それを否定してるわけでもないし、しっかりとすごい活動だなって思う。だってもう世界規模で、ね、世界中の人が来る大きなイベントだってあるわけだしさ、ここの前も旭川でイベントがあって見に行ったんだけど、ものすごい人で、結局入れなくて帰ってきちゃったんだけど、こんなに需要があるのかすげえなって思った。本当に。もう鳥肌立って、こんなのすげえって思った。だけどそれでも、それを見ても考えは変わらない。あくまでも学園祭とかお祭りでしかないなって思うの。で、ビジネス、仕事、なりわいとしてやるんだったら、お祭りじゃいけないと思ってるの。その時だけバッと稼げてとかね、安定的に稼げなきゃいけなくて、どれだけ売り上げを再現できるか、売り方を再現できるか、お客さん、集客を再現できるか、ここが勝負だから、イベント的にボンボンやるようなあの戦い方は絶対に食べていけないなと思った。だから僕はハンドメイドのイベント、マルシェとかね、ああいったものとかは絶対に出ないでおこうって決めたのね。で、あとはもう一つ理由があって、その中であれだけ何万人も来るような、この前の僕が見に行って入れなかったのもそうだけど、何万人も来た。なのに、その中で売れた売れないとか、売り上げが全然立たなかったとかさっていうのを SNS でいろいろみんなこう報告会みたいのをたまに目にするんだけど、結局あれだけ集客できてるところで何十万にもつながるような販売につながっていかないんだったら、そこでそもそも戦うべきじゃないと思ったんだよね。で、あとその中で作家同士でつながって情報交換をしたとしても、そこのね、そのイベントの中での販売の仕方とか、あるいはそのね、ハンドメイド作家としてその出店自体を楽しむとか、そういうことも全て含めてやってる人がほとんどだと思うから、僕はそもそも考え方が違うから、とにかく初めから仕事にするつもりで取り組んでるから、そうなるとちょっと趣味でやってる人、そういうその出し物自体を楽しむとかって、そこが醍醐味だと思うから、そこの中に入っても仮に作家同士のつながりができたとしても、そこから僕がやりたいこと、知りたいことの情報は得られないなと思ったから、そこに入る選択肢は選ばなかったっていう話なんだよね。だからっつって勘違いしてほしくないのは、ハンドメイドのそのイベントとかそういうことに参加している人たちを決してそれがダメだって言ってるわけでもないし、それはもう活動自体は素晴らしいと思ってるし、そもそもただやってることが違うよねっていう話だから、本気で稼ごうと思ってるんだったらもうどっちかに振った方が勝率は上がるんじゃないかなって思ってる。だけどだよ、その活動も踏まえて好きなんだっていう人もいるじゃない。その活動も踏まえて食べていきたいんだっていう人の方がむしろ多いと思うのね。それはそれでありなんだから、ただその割合を考えていかないと、こっちに、その準備にえらい時間を取られるとかってなってくると、売り上げにつながればいいんだけれども、そこもねしっかり勉強していかないとなかなかこう二等ものになっちゃうからね。そんなところでね、ちょっと余談だったけど、そんな感じで僕はね、そういうイベントごととかは一切やってません。はい、そんなところです。これが正解だとは言わない。でも僕はそれを選択したことによって、結果は数値として現れているよねっていう話で。はい、というわけでね、こんな話をね、今後もね、どんどんしていきたいと思います。作家で食べていくために僕が何を考えてどういう行動をしてきたかとか、こういう風にした方がいいよなんていうね、提案的なものをね、ちょっと参考になることをどんどん発信していくのでね。で、これはね、多分ね、なかなか誰も言ってくれないことを僕は遠慮せずにガンガン言っていこうかなと思います。はい、そんなところで、ためになるなって思ったらね、いいねボタンで、全然批判的なコメントもくれていいです。全然。ぜひぜひ、どんどんいろんな意見あったのでください。ただね、感情的になって、感情だけをぶつけてくるのは、ちょっと、回答に困るからやめてほしいんだよね。ちゃんと建設的な意見、なるほどなって、そんな意見もあるんだって、僕はね、思えるので、そんな意見がいただけたらいいかなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。
ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。